どうも皆さんこんにちは、夏目さん長源です。伴侶です。そらまああなたの生涯の伴侶です。妻ですからね。生涯のってちょっと思っちゃったから、恥ずかしい。ね、ちょっと恥ずかしい。いいよ生涯の D だろそこ。はい、ということでこちらにある通り、本日何もポップアップ札幌パート3。いやパート1です。デイ1だし、間もなく始まるんですけど、今回やっていく企画がございます。でげでげでん。何も書いてない白紙の美術館にお絵描き。イエーイ。どういうことなの？まあちょっと見ていただくと、ここ今こうやって美術館のように、ほらそうすごくない？今回そう原画展みたいな感じでやってもらってるんですよ。そうなの。すっごいかっこよくでやってもらってるんですが、こうやっていただいてる中、はい、こちらね、ちょっとごちゃごちゃ恐ろしい真っ白、ゾッとするこの真っ白なキャンバス5つ、はい、今日中に終わるわけねえだろっていう量がすごいセッティングされてるんですけど、はい、今回はこの真っ白な白紙の美術館を作っていただいたので、好き放題絵を描いて美術館を完成させようってわけね。まだ完成していない美術館を完成させようと。そういうことね。元気だね。いや元気じゃないよ。元気ない、緊張してきてる。緊張しちゃってる。すごい猫背になっちゃってるもんね。ということでこの後ね、もうちょっとしたらもうお客さんがいらっしゃるとのことなので、はい、皆さんには過去一近い距離で夏目さん家を観察してもらいつつ、ね、お買い物してもらいたいし、はい、飾った絵も見てもらいたいし、はい、我々の行動展示も見てもらいたいから、はい、忙しい。今日来られるお客様は本当に、はい、確かにライブペイント史上一番近いし、そう一番近いし一番皆さんは窮屈かもしれん、申し訳ないけど、じゃあやっていきたいと思います。はい、頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。わあ、嬉しい、はい、ありがとうございます。札幌に来ました。札幌に来れました。札幌やっと来れました。今日は、はい、真っ白い美術館完成させよう。イエーイっていう日です。はい。はい、じゃあ書きましょう。書きましょう。よし。よし。さやさん何書くんですか今日？札幌といえば、そう寒い。寒いといえば雪というわけで。はい、スノーマンの擬人化を私自分で生み出してから一回も書いてなかったことに気づき、そうだからスノーマン書こうかと思って。そっちスノーマンだったんだ。夏目さんちの美術室っていうファンアートをこう皆さんがね投稿してくださってるタグがあるんだけど、あれにスノーマンの擬人化を書いてくださってる方が結構いらっしゃって。それ誰のおかげだと思う？なんかすごいすごかった今、こうやって出てきた。いやだって僕もねスノーマンの擬人化めっちゃ好きでさ、ドッキリ企画の時に書いたじゃないですか。書いたね。そうでね、嬉しいことに後突然スノーマンの擬人化のファンアートが増えたんですよ。ありがたい。ありがとうございます。そういえば生み出してから作って書いてないなと思ったから。あ、今日別にあれなんだ、さやスノーマンのライブがあるからとかではない。あ、そういうスノーマンのライブとめちゃめちゃ被っちゃったせいで全然ホテルと飛行機が取れなくて、それで困った夏目さんちって明らかにこうスノーマングッズを身につけてる人が飛行機に多かった。そうっていうかなんかさ、ゲンさん本当マジ本当待って、ペイン入れ始めるのやめてもらっていいですか？どういうことライブペイントってそういうもんじゃないの？どんどん書かないと終わんないですよ、さやさん。こいつすぐ正論で。なんかね今回書こうとね思ってるのは、なんか何にもくんってあいつレギュラー面してるじゃないですか最近。何にもくん知ってます？この間出てた緑色のなんかよくわかんない芋虫みたいな子、初期からなんかいる子なんですけど、あれもさ私がさ爆押ししたらやっとあいつが何にもくんって名前になったんですよ。いやそうなんですよ。そう何にもくんをさや書いてよって言い続けてたら、なんかさやがあの子でいいじゃんって言い続けて、あの子でいいじゃんじゃないでしょ、あの子がいいじゃんなの。なるほどね。最近だんだん好きになってきて何にもくんを書くようになったんですけど、偉いよゲンちゃん、成長。久々の北海道さ、6年ぶり7年ぶり。前回いつでしたっけ？いやね、前回我々が2人で北海道に来たのがサンズ参戦の動画を出した時だよね。あの時だ。夏目さんちまだお絵描きチャンネルほぼしてなかった時の。っていうか動画の準備をしてから来たんだよね、ゲンさんが。そう、あれの投稿設定をして来て、どうなるかな、ワクワクドキドキっていう感じで飛行機に乗りみたいな。そう、そんな感じでしたね。そして僕今日ねここに描く絵を1個モチーフを決めたんですけど、北海道に来て一番テンションが上がったのが信号機でした僕。そう縦だし、縦なのにこうなってるじゃないですか。
でそれが向かい合ってるとなんかすごいスター・ウォーズのあれみたいですっげえかっけえと思って今日はだからここにちょっとそういう形の札幌信号機を札幌っていうか北海道かあれみんなそうなんですか北海道のってあそうなんですねあれかっこいいなと思って写真撮ってましためっちゃねやっぱりゲンさんの方にうろうろしてきてしまうんだけどさ、まあうろうろしてきてしまうねゲンさんのカメラにインあでも今日そうだ札幌の方に1個報告しなきゃいけないことがあるんだほらなんと今回軍政地でござい今ます回ポートポールの軍政地が出来上がっておりますすごいゲンさん大好きなポールがこうほら役に立つじゃんっていうのをみんなにね見ていただければねほらこれねそうなの無駄じゃないんですよこれはそれだけは皆さんに今日全ての部の皆さんに伝えていこうかなと思ってます今日怖いね圧すごいね待ってどうしました私ね膝がね折れるここ好きなのよはいわかりますかね膝ちょっとでも私の足でごめんなさい誰か足出せる人いますか足出せる人お客さんの中で足出せる方いらっしゃるダメだろここになんか線あるじゃないですかなんか筋みたいな、この筋すっごい好きなんですよこの筋を描きたいんだけどこの筋描くときすっごい緊張するんだよねでかつなんかこう折った時に多分この辺にちょっとお肉がチュンってなるのが好きなんだよなお肉チュンはあもうずっと何言ってるか分かんないもう待ってこの子ズボン履いてなくないまたそういうキャラデザしても怒られるんだってそういうキャラデザすると過去の私昔の方がセンシティブだっうんちょっと配慮が足りなかったねちょっといろいろ出ちゃって今は出さずに色気を出すにはどうしたらいいんだろうってすごいなんか高尚なことしようとしてるんだねそう一段階難しいねえピッピちゃん何写真を撮るよ何の記念写真資料だよあ資料かびっくりしたみんなと写真撮り始めるのかと思ったこの手を撮りたいんですねこの手が描けないのではいこういう感じの手をこう角度っぽい感じの手を撮ってほしいあーつりそうこの手つりそうありがとねこうやっていつも絵描いてますなんと悲しいカメラロール、はい資料とかだとこう手をメインで撮るんですよそうすると顔がどんどん適当になってくからやってみてほしい皆さん何を強いてんの皆さんに第1部でさっきここまで書いたんで、はい今後こっち書こうかと思ってあいいっすねいいっすねそう僕はまあこれ描きますけどね、でも距離が近くなって話しやすくなりましたねでも心の距離は離れたねそうなんだすごいなんか気まずい感じのところをお見せするんだねよし書きますパラスケ今本当にイヤイヤ期ですごいんですけど、この前お風呂でパラちゃんがお人形遊びしてたんですよアンパンマンのお人形があってでそれでなんかこうやってごっこ遊びしてるんですよずっとアンパンマンに対してバイキンマンが「お風呂入るよ」みたいなことを言っててそれにアンパンマンが「やだ!」って返してるっていうシーンをごっこ遊びでやっててそれが多分自分の日常になってるからそれをやってるんだと思うんだけどなんかめっちゃ自分のこと俯瞰してみるやんと思ってだって自分がそれ言ってるって分かってるってことでしょ確かにね怖くない今さやはそっちは何の絵描いてんの今回のキービジュアルっぽい絵にしたいなと思って、今回のキービジュアルお兄ちゃんたちのそう兄弟の絵を描くのが本当に楽しくて生み出して自分が一番喜んでるもんねいやそうやっぱりねオリキャラというね存在は偉大だよね我が子になるもんちゃんとモチベになってるめっちゃモチベ静かになっちゃったわもうチーンパラスケの話だったらいくらでもいい確かにねいやこの前びっくりしちゃったなんか、アンパンマンのドールハウスみたいなやつがあるんですけどうちに、ジャムおじさんがパン焼くかまどがついててパン焼きごっこができるみたいなおもちゃなんですけど一緒に遊んでた時にパラちゃんが「パン焼けるかなみたいな感じでずっと言ってて、かわいいそう可愛いと思って、でパンが焼けてパラちゃんがパン焼き窯を開けた瞬間に出てきたものチーズだった名犬チーズが窯から出てきて「ママ焼けたよ!」って言われて焼けちゃったんだ、ね、そうでその後パラちゃんは迷いもなくジャムおじさんをまた窯に突っ込んで蓋を閉めてなるほどねちょっと確かに不安になる、不安になる、ここの絵にあと何かモチーフを描き足した方がいいと今思っているんですけど何描いたらいいですか描いてほしいみたいなやつありますさやさんの好きなひらがなのもひらがなのももういいですねいいねもうね確かにもう描くかも
あでも待って、ひらがなのもって言ってたかも。間違えちゃった。今カタカナのも書いてる。あ、もういいね。なんかもう繰り返したらなんかいいな。いいね。じゃあさやさんのとこにそこに書いて欲しいものを募集したらどうですか？確かにクリスマスといえば我こそはいらっしゃいますか？クリスマスといえばジンジャーマンクッキー。確かにクリスマスのようだ。ジンジャークッキーだ。人型のやつですね。ね。お、確かにまるでいいじゃんクリスマスやん。ありがとうございます。じゃあちょっとニュアンスなんか雰囲気で書きますね。も何しに来たの？すごい苦しそうな顔してる。キャンバス交換しよう。じゃあちょっとこっち行きますか。さやさんの方。そうだよ。なんか何でも書いていいの？よくないけど。じゃあなんで交換したの？なんか現在書き込みすごい。かっこいい。ありがとう。何書いたらいい？どこ書いていいのさや？あなたが思うクリスマスをそこに書いてね。なるほどね。じゃあさや交代するか。あ、まだ書きたいですか？いいよ。早くこっち来て、こっち来て、こっち来て。どこに書き足したかを、はい。で10秒以内に見つけたらさやの残機1個あげる。あともう一個。あともう一個。2ちゃん。いた。バレた。マジだ。すげえ。プリンソロモードも絶対気づかないと思ったのに。これ気づくだ。これ気づかないと思ったのかこれ。なんかやっぱね、さや状が入ると絵に抜け感が生まれて僕いつもすごい好きなんですよ。でここのキャンパスに何書きたい？真っ白なんです。怖くないですか？第2部終わって2時間終わって真っ白。怖い。ここはだからなんかね、後ほど何かエンタメで潰すしかないですねこれ。やるしかないみたいな勢いで。もう書くの？もう書いちゃった。一発書きで書いちゃった。島ぎまだわ。もうこれでよくない？余白。なんかよくない？余白があるな。余白がよくない？なんかこれなんか一周回って作品になってる感じがあるな。もうバラちゃんもさ本当にすごいイヤイヤ期でさ本当にイヤイヤ期って家しか言わなくなるんだって。びっくりするから嫌しか言わないよね今ね。一周回って感動しちゃって、そうなんかで言ったかもしれないけどなんかジュース飲みたいみたいな感じで言ったからじゃあはいジュースって渡したらだから渡したジュースが嫌だったらしくて嫌だって言ってじゃあママ飲んじゃうね嫌だって言ったらじゃあ飲むのって言ったら嫌だっつって何が全て嫌だよね。そうだって目があっただけで嫌だって言ったもん、すごい本当に私がお風呂場にいてなんかリビングのちょっと遠いところに我が子がいてお風呂からチュッて見たら嫌だマジでなすごいんですよ最近。さやこの中に一人ゲームしましょうよ。この中に一人ゲーム、最近定番になってるんですけど「ポップアップでこの中に一人しかいない人をあぶり出そうゲームっていう、はい、よくわからない遊びをしてるんですけどこれむずいんだよな。お客様の中に模試で1位を取ったことがある人。素敵。いた。うわすごい。すごい。1名？おーすごい。やった。ありがとうございます。1人大成功。ありがとうございます。じゃあ玄ちゃん1ポイントね。そういうそういうあれなんだ。ポイント制なんだ。俺のターンドローと昨日言ったことのある人いますか？いないだろ昨日は。いないか。ちょっと今日狙いすぎちゃったな。狙いすぎてるな。いいよさやさん連続でチャレンジしてさせてあげても。嘘。お客様の中で、一時期ゴリラがガチの推しだった方いらっしゃいますか？イケゴリラにハマっていたという方は。いらっしゃらないいらっしゃらない。当てる気ないだろさっきから。あるし。何何びっくりした。俺を置いていくな。いいえパンチいいえパンチ。何いいえパンチって。いいえを書くなお前はパンチ。ありがとう。いいえパンチ。普通に褒めてくれてんだ。膝の書き込みだけすごいよ。キモいよ。ゲンさんねえ見て。膝の書き込みだけすごいよ。気合おかしいだろ急に。ここしか書いてない今。どうしてだよ。ゲンさんのわしじゃよどう？なんかそれ何？わしじゃよ。何？サンタクロースだよ。待ってもしかしてこれが目で鼻で、ひげ？
わしじゃよわしじゃよ。メリークリスマス。だんだん疲れてくるとこうなっちゃうんですね。だいたい4部ぐらいが境目。あ、そう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 毎回4部ぐらいになってくるとちょっと深夜テンションみたいな空気になってくるんです。今日まだいいんですよ、外が見えるから。あ、確かに。そう前はなんかそう会場本当に閉鎖空間だとうん何も見えなくて。失礼。でちなみに我々絶対に明日帰る前にラーメンを食べて帰りたいんですけど、はい。味噌ラーメンでおすすめのお店。スープカレー屋はありますか？待って、おかしい前と文脈間違えちゃった今。つなげる文章違った今。間違えちゃった。なんかありますか、味噌ラーメンのお店。でもあれか、空港の中とか都合よく入ってたり。手鹿が美味しい。テシカ手鹿がラーメン。手鹿ラーメン。手鹿ラーメン。みんなうんうんしてくれてる。おい。手鹿ラーメン覚えておいてください、ベイベーさん。そう、なんか昨日なんだっけ、信玄って名前のラーメン屋さんがすんごい行列になってたんですけど、めっちゃ行列になってて、そうすごい時間に。知ってますか？有名なんだ。有名？知ってますかって、それは知ってると思うんだ。やっぱり有名なんだ。うん。動画の途中に失礼いたします。何にも新作の EC 販売開始のお知らせです。ありがとうございます。今回ですね、何にも AW コレクションですね、12月15日の月曜日の8時から EC 販売がスタートするということで、はい、ぜひ皆さんこちらのね、何にもの新商品、もう素晴らしいものができたとなんか自負しておりますので。そう、初のアウターとかね。そうですね。あと昔原画で登場してきたものを全部モチーフにしてたりとかもするので、ぜひぜひ皆さん概要欄からチェックしてみてください。でそしてですね、12月23日火曜日までのご購入でサヤジオクリスマスボックスということで、いやこれマジかわいい、嬉しい。アパレル購入者限定になりますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、パッと見クリスマスだけどよく見ると混沌が紛れてる箱なんだよねこれ。全然クリスマスではないんでそうなんだよね。メリークリスマスっていう単語だけでどうにかごまかしてるあれなんですけども、はい、そんな箱が23日までの注文に届くので、はい、そちらも合わせてお楽しみください。はい、それでは動画の続きをご覧ください。どうぞ。応募で暫定完成で終わりました。おめでとうございます。やっと1枚終わりました。5枚中1枚でございます。一つだけ解説させてください。これ札幌に来て一番感動したものを絵に描いたんですよ。それここなんですけど、実はこれ多分ね、よっぽどアレンジしちゃってるんで全然あれ分かんないと思うんですが、信号機、札幌の信号機が V 字なのがめっちゃかっこいいなと思って、V 字になってるじゃないですか。雪が積もらないように、おそらくそれがすごくかっこよくて、それを今回ちょっと描かせていただきました。中身出てきちゃったんですけどね、信号機の。だからこんな感じでこの絵は完成でございます。おめでとう。タイトルは札幌の信号機です。そのまんまやな。じゃあ早速次行きますか。よし、じゃあこの絵の右上あたりに何か描きたいんですけど、何描いたらいいと思いますか？なんか思いつく方いますか？カエル。ありがとうございます。じゃあここにカエル1匹描かせていただきます。じゃあこの辺に何か描きたいなと思うんですけど、他なんか。網走監獄。やめて難しい急に建物やめてマジで。いや北海道だからと思って、パラちゃん、あらありがとうございます。じゃあちょっと下の方になぜかパラちゃんがここにひょっと覗いてるみたいな、そんな絵にしますね。でここにはカエルと。ありがとうございます。全然関係ない話するんですけど、ずっとそうだよ。北海道弁で投げるって捨てるって意味なんですか？そうなんですか？ゴミを投げるで捨てる？そう、捨てるって意味。ってことは投げるはどうやって言うんですか？文脈で判断しろってこと？そうなんだ。すごい。そうなんだ。なんでさえそんなの知ってたの？いやこの前なんか古今東西いろんな昭和のアイテムを集めてる方の動画を見て、それがね札幌だったのかな、北海道だったんだけど、その人がみんなが投げたものを拾ってきてるんだっていう言い方してて、最初なんか投げたもので私もう分かんなかったの。でコメント欄見たら北海道弁で投げるイコール捨てるって出てきて、へーってなって。なるほどね。っていうかなんか全然想像ができない響きから出るってすごいね。面白い。やっぱ方言って楽しいな。
サイズですか？サイズはおっちゃんこゲンさんに使うぜそれはゲンさんそれちょっとおっちゃんこしといてこいつまたなんか覚えたてのさ覚えたての言葉使ってなんか優越感に浸りちょやがってっとおっちゃんこしといて何おっちゃんこっておっちゃんこおっちゃんこについてさおっちょっとちゃんこって何頭の中に座ったってことうわおっちゃんこしたじゃんこれおっちゃんこなんちっちゃい子におっちゃんこしてあーじゃあ俺ちっちゃい子だったってこと今あそうなんだパラちゃんにだ子から供向けの言葉ってことなんですねじゃあお前おっちゃんこできたじゃねえかできたじゃねえかできてよかったどうしようかなどうしようかな超どうしようかな終わりかなも終わるな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 やめろやめろ終わらないでくれ頼むお願いあと3日ここで書いててくれうはいということで私暫定こちらのイラストも終わりです完成しましたありがとうございますじゃあ次はお隣のキャンバス行ってみましょうじゃあお隣だこれどっちかというとこれだろこっちに来た方がいい絶対こっちに来た方がいいダメかここのキャンバスは皆さんの協力でねどうにか埋めていきたいね何を描きましょうかげんちゃん網走監獄書いてよここに網走監獄ってじゃあここにさ典型ここに窓だけを描いて檻を入れたら、閉じ込められている島木天才かもしれない描いちゃおうこれ外が見えてるってことそう悲しくない悲しいやってみますちょっとここ高い位置に窓があるもうこの縦縞を描くだけでねなぜか悲しさが悲壮感が増すという何ちょっと私の島木もかわいそうな目に合わさないでよねえかわいそう哀愁漂う島木、ね、高い窓の位置がだから高いんだよ彼は出たいと思っても出れないなって青い空が遠いじゃんそういいかももう一人増やしていいじゃんあいいよちょっと増やしてくださいよ何増やそうかな誰が増えるか誰増やしたいですか皆さんシマエナガシマエナガいいじゃない行きましょうシマエナガってどんなそんな空でいけるそんなんでいけるタイプだっけシマエナガって何それシマエナガ絶対違う絶対シマエナガね非常に真剣な表情ですすごいさやさん今日一真剣な顔してますねねえシマエナガっていうリクエスト聞いてた怖いってそいつ2人協力すれば外が見えるねじゃないんだよやめてくれよ怖いなシマエナガです確かに長いわシマエナガとりあえず一旦この須藤ちゃんは完成でイエーイおめでとうございますありがとうございますついに完成しましたか完成しましたよしじゃあ一旦須藤ちゃんは完成イエーイイエやったねこれだけ消させてね完成イエーイって言ってからもう一回書くのやめないさやさん、ね何回拍手させるつもりなのさやさんやめない私だってやめたいよ、体が勝手にそうであと1時間約1時間もないまずいよしじゃあもうこれは一旦完成もう大変ありがとうございました切ない絵になったねさやさんごめん完成しちゃったこっちも嘘見に来てよ完成した光さやと僕の合作はい、さやさんはこの生き物たちを描き私はこの牢屋を描きましたこれ明日以降見に来る方々どういう顔で見たらいいんだろうね確かにね、どういう気持ちでこの絵見るんだろうねみんなね疲れてたんだな最後の方ってなんか思われてしまう可能性があるはいということでじゃあこの1枚も完成しましたあおめでとうりがとうございます光アンパンマンメロイみんな覚えて帰ってくださいリピートアフターミーアンパンマンメロイ宗教なんか最近パラちゃんがねハマってる映画ではいなんかバニラ姫っていうお姫様が出てくるねお話があるんですけど、ありますね一番最初ねコキンちゃんとバニラちゃんがこう空の上でガチャンってぶつかって2人でこうやってヒューンって落ちちゃうところをアンパンマンがこう抱きかかえて助けてくれるんだけど抱いた瞬間にこう足を上げてこの足の上に一瞬で座らせるっていう配慮をするんですよ。メロってなってそう抱えてるだけじゃなくてこの自分の足でより楽な体勢を
そうなんかそこの配慮っていうか、アンパンマンはこういうことをしてくれるキャラクターなんだっていうことをスタッフの方々が制作陣が考えてるという事実がメロい。それどこにメロついてるのかも分かんなくなる制作陣だよ。いやそう制作してる方々がアンパンマンはこういう優しさがあるっていうのを考え解釈が深いということね。そうに感動する私は常に。第7部ラスト、本日ラストの部なんですけども、こちらで時間が終了とのことなので、皆さん本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、札幌ポップアップ終わりました。終わったありがとうございます。ということで無事原画展が完成したのかと、真っ白い美術館が完成したのかということで、一応回ってきますけど、はい、完成したんでしょうか。ねちょっとねドキドキですね。緊張と一緒ですよ。でまずこちら、はい入ってすぐのところこれ、じゃん。はい、僕の原さんのキャンバス F25。はい、なんとか終わってますね。いやかっこいい。一応なんとか終わったということにさせてください。蛍光色が入ってるのがいいですね。もう今回スポットの色にしないと塗り終わんないだろうなということで、スポットで色を入れて、北海道で一番感動した札幌の信号機を上にね描きました。信号機で多分信号機を知らないけど、あの形かっこいいなって思った人が描いたんだろうなって感じ。そう信号機という人の用途は多分知らないんでしょうね。信号これ描いた人は機かなんだかは知らないけどそうじゃないと多分あそこからあれは出てこないね。はい、でこちらと次これ、はいまあこれは問題作なんですけど、タイトルはタイトル光。これはいはいやっぱ北海道といえばいやそうやっぱ人気の生き物がいるじゃないですか。まあとりあえずさやがここに島際を描いたことから始まったんですよね。でも待って島じゃない？いやそう島ダブル島ということでね。これ上に乗ってるのが何かって分かる人多分いないと思うんですけど、これさやが描いたシマエナガなんですよ。やっぱり北海道といえばね、やっぱ北海道といえばシマエナガちゃんやっぱ可愛いですからね。でもこれが描かれる前に島際の上にも書いてあったんだよね。網走監獄をさやが描いてくれって言うから、まあ何を言ってんだろうと思ったけど、とりあえず監獄に閉じ込めるかということで島際を閉じ込めて哀愁漂う光という作品ができました。ね、悲しい。これ合作ですね。で我々の英知を結集した。でこれがこれ何なんだろうね。これ分かんないですね。タイトルこっち。それ本当に謎解きみたい。そうこっちを指さす先にはなんか光という作品があるので、だから金ピカなのかもしれないですね。ああ確かに、もうまた額の周りに書いちゃって、そうなんです。これすごい額かっこいいね。でこれがこちら須藤ちゃん。須藤ちゃん可愛い須藤マンと須藤マン擬人化と須藤ちゃん。須藤ちゃんやっぱりなんかちょっとあれなんだね。可愛いじゃん須藤ちゃん。可愛い。ちょっとなんか世界観がやっぱだいぶポップになるんですね須藤ちゃんは。そうこれはクリスマスパーティーにお呼ばれされなくて悲しんでいる。ああいいね。はい。いい感じめっちゃ。でも多分ねちょっと当初一番最初に書いた須藤マン擬人化ちゃんよりだいぶ毒気がなくなっているので、確かにだいぶなんか弱そうというか人間になってるね。あそう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 。あと袖がなぜか破かれてるね。これ破かれてるのひらひらなの？ひらひらなの。でそしてあれちょっとナピメの顔がない。あれまだあれ勇気の顔がカスカス。はいということで今回のポップアップまだギリギリさやがこれ終わってないので、いやそうちょっとこの後ちょっと軽々ペンで直してそうして撤収までちょっとギリギリまでちょっとさやが書いて明日の展示の時に間に合うように書ければと思いますので、もし来られる方はそうですね。大丈夫です。このカスカスの弱気の顔は直しておくので。撤収間もなくなので早く仕上げてください。はいすいません。すいません急いで。これなんか本当この間が二重人格の人が書いたんかなって感じだよね。どうしちゃったのってなんかおかしいよね。何があったんだろう。何があったんだろうね。